皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は公開された順番は前後しますが、ショーゼムが2024年8月7日にデジタルリリースと合わせて MV 公開されましたので、MV を見ながら感想をつぶやかせていただきたいと思います。私は EX シアター六本木で開催されたザ・ウォーニングとの対バンを球児に帰宅できていましたので、このショーゼムは生で見れたわけなのですが、その時は驚きと興奮で正直あまり記憶できていませんでしたし、一瞬で終わってしまった感がありました。それでザ・ウォーニングさんとの共演だったわけなので、改めて見る機会があるのかないのか微妙な状況でした。ですので今回音源化されるというのと MV 公開されると聞いてすごく嬉しかったですね。しかも公開前から各メンバーの対決的なティザーが順番に公開されていったり、すごくかっこいいアートワークが公開されたりと、ワクワク感が止まらない形で公開を待ちました。ティザーに関しては最初がミサさん vs パウちゃん、次があーちゃん vs アレちゃん、それでミンチョ vs ダニー、サイちゃん vs ダニーと公開されていくわけですが、最後の小鳩さんがどうなるのかと思っていたら、小鳩さんは一人で自分自身との戦い、審判的な立場とのことで完全に納得してしまいました。いや、分かってますね。MV でも中心にいて、本当に要になっているというか、実は全てが小鳩さんの手のひらで展開されているのではと思えてしまいます。しかし、ザ・ウォーニングさんの来日が少し早かったのは記憶していて、観光とかしているのかと思ってたのですが、曲作って練習してこんな MV まで撮っていたとはすごいですね。バンメさんもですが、ザ・ウォーニングさんも本当にプロだなと思いました。あと、公開前のサムネがもうかっこよすぎて、ダニーとサイちゃんが見つめ合って対マンみたいな雰囲気もあって、しかも真ん中に東京タワーが映っていて、例の10年の奇跡としてのタワーも彷彿させる感じになっています。かっこいいですね。それでは曲についてつぶやいていきたいと思います。冒頭のダニーのシャウトはダニーのアイデアということだったみたいですが、完璧にはまっていて、この曲の激しさを予告してくれる最高の演出だと思いますし、当時会場で聴いた時も鳥肌ものでした。それでイントロと言っていいのか、おー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 のところはめちゃくちゃキャッチーで分かりやすくて、初めてなのに当時の会場では2小節目からすでに一緒に歌っていたように記憶しています。改めて聞くと、ここのベースラインもギターリフもドラムも素晴らしいですね。それで A メロになりますが、完全に昔熱狂して聴いていたハードロックのオーソドックスなフレーズな感じなんですけど、サイちゃんとダニーが歌うことによって華やかさもあるというか、めちゃくちゃかっこいい感じになっています。声質が似ているのか寄せているのか、すごく2人で歌っているのがしっくりくる感じが私的にはしました。オーソドックスと言いましたが、ベースラインは渋いですし、ギターリフはめちゃくちゃかっこいいですね。
それで B メロはミンチョ得意の展開というか、サビにつなげるためのブリッジというか、盛り上がっていって心躍らされる感じになります。バックの演奏は A メロはオーソドックスな感じでしたが、 B メロはドラムもベースもギターもコーラスも動き出してくる感じで、リズムも変化があって気分が高揚してきます。サビ直前のあーちゃんのドラムフィルに乗せてのミンチョのピックスクラッチはなんか複雑なことしていてめちゃくちゃかっこいいです。それでサビとなりますが、いい意味でシンプルな感じで覚えやすくてキャッチーです。でもボーカルのキーがめちゃくちゃ高いんですね。オンタイムで聞いたとき、私もダニーのキーに合わせたのかと思うほど高いキーだと思ったのですが、インタビューでダニーにとってもキーが高いと言っていて、ミンチョの高音ギリギリを歌ってるところが好きというド S ぶりが発揮されていたと後で知りましたね。サビ終わりでそのまま間奏というか、あのイントロと同じキャッチーで一緒に歌えるフレーズが入って 2A となります。2A に入る直前の一瞬のブレイクからのあーちゃんのドラムフィルはバンドメイドらしいというか、私的にはたまらなく好きなところです。それでやっぱり変化をつけてきてブレイクを挟んだり、確か 1A は4ビートというか2ビート的なハイハットだったと思うのですが、2A は16ビートのハイハットになっていたり、ミンチョのリフも味付けが変わっているように思えます。Games that try to change me. Better bet I am the one who throws the dice. Win or lose, it's all on me. I get to choose my victory. It's my life, I hold that kiss. それで 2B なのですが、これも 1B と違って 1B の繰り返しがなくて 1B 後半だけみたいになっています。これは1メロの時は満を持して溜めてサビに入る感じで、2メロではスピーディーかつスムーズにサビにつなげる演出なのかなと思います。これはミンチョ得意の飽きさせないというか、曲全体のメリハリというかスピード感を出すためなのかなと思ってしまいますが、やっぱり私にとってはよくこんな構成思いつくなシリーズです。それで2サビに入りますが、 MV では東京の高層ビルの屋上のヘリポートでのサイちゃんとダニーのタイマン始めるぞみたいな光景が少し入ります。2人とも迫力があるので本当にタイマンに来たように見えてしまいます。2サビは基本1サビと同じだと思うのですが、これは 2A、2B が変化しているので、ここは同じにする必要があったのかなと思いました。2サビ終わりでミサさんとアレちゃんのベースソロ、ミンチョとダニーのギターソロ、あーちゃんとパウちゃんのドラムソロとなるわけですが、会場で見ていた時は本当に鳥肌が立ちました。なんていうものを見せてもらってるんだろうという感覚です。改めて見て聞くとそれぞれがすごく短いので物足りないと思うかもしれませんが、この短さもミンチョの戦略だと感じてしまいます。いろんなものが見れて聞けてすぐにお腹いっぱいになりますから、これくらいじゃないとお腹いっぱいになりすぎるという感じかと思いました。それで大サビとなるわけですが、演奏は最初はブレイクした感じで始まってだんだん盛り上げていく気持ちいい構成です。小鳩さんのリズムギターの刻みもかっこいいです。 MV ではサイちゃんとダニーの対決的な感じになっていて、めちゃくちゃかっこよくて可愛くて最高に盛り上がります。
こんなかっこいい女性ボーカリストの共演って奇跡のように感じます。Going against the pressure, the world you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, scream out what you want. There's no point in hiding to fake it. You know who you are, let them know that they'll have to take it. I'm here, go show them all now. 大サビが終わってアウトロとなりますが、当時の会場ではもうみんな大声で歌っていたと思います。このサビもすごいけどアウトロもすごいって、プロテクト U もそうでしたが、これってなかなかないことなんじゃないかなと感心してしまいます。それで当時は気づかなかったのですが、ここでミンチョのソロ的なフレーズが入っていて最高に盛り上がります。最後はミサさんのベースで終わるという完璧な構成でかっこよすぎますよね。I'm here, go show them all now. はい、どうでしょう。EX シアターで初めて聞いた時もそうだったのですが、いきなりいいやんってなりませんかね。私はなりました。オールドスクールロックのようで、新しいロックのようで、古くないのに懐かしい感じもする、正統派でもあり前衛的でもあるハードロックという絶妙な味わいだと感じました。いろいろな方が指摘されてましたけど、このショーゼムを聞くとバンドメイドでもザ・ウォーニングでもないように思えるのですが、やっぱりバンドメイドでありザ・ウォーニングでもある曲という感じがします。しかもそれぞれの先にあるというか、最大公約数ではなく最小公倍数というか、いや何を言ってるのかわからない感じになってしまいましたが、とにかくこんな曲を作れるって本当にすごいなと思ってしまいます。ハードロックが衰退したと言われていますが、今でもハードロックが日本とメキシコできっちり進化していると感じられて、本当に嬉しくてありがたいコラボだと思いました。今回はバンドメイド初での曲作りだったと思うのですが、いつか逆バージョンの曲も聴いてみたいなと個人的には思っています。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。